ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ロシアの国際的な影響力が低下していることを、ロシア以外の国の動きを説明することによって、皆さんにご紹介しようと思います。国際的な影響力というのは、経済力や軍事力、そして文化力の高まりによって、よりその周辺国に対する影響力が高まっていくものです。しかし、現在のロシアは、ウクライナに対する侵略を行うことによって、ロシア国内の経済は完全に戦時体制へと移行し、それに伴って多くの労働者が戦場へと送り込まれ、多くの人々が死傷しています。さらには戦争には連れて行かれたくないとして、富裕層や知識層を中心として国外への脱出も進んでいます。戦争の影響は大雑把に言えば、長期的な視点でロシアの人口構成を無茶苦茶なものにして、将来的な発展性を奪ってしまうものです。そして、そうやって力を注いでいる侵略においても、ウクライナ軍にせき止められた状態で、プーチン大統領の目指したウクライナの国家滅亡というのはまさに夢幻と化しています。このまま戦争が長引いていけば、ロシアの未来はどんどんと暗いものとなっていくでしょう。と、このような話はあくまでも長期的な展開の話であって、今すぐの話ではありません。ところがそのような長期的な展望に立った場合において、ロシアの影響力がこれから上がるか下がるかで言えば確実に下がっていくなということを見越した上で、国際的な動きというものは様々なところに変化をもたらすものです。そして大きな変化を体現している国として、今回はトルコ、エルドアン大統領の動きについて取り上げていきましょう。トルコはなんだかんだ言いつつも、プーチン大統領とも個人的にも親交があり、さらには直接的にはロシアと事を構えない、いわば第三国中立的な立場を取ろうとしている面がありました。例えば捕虜交換を行う時においては、トルコの仲介といったものが目立ったものですし、ロシア側もトルコをある程度安心してウクライナ軍の捕虜をトルコに預けるといったことなどもしていました。例えば初期のロシア軍の侵攻に向から立ち向かったのがウクライナ軍のアゾフ連隊で、長期間にわたる籠城戦を戦い抜いて最後には降伏しました。彼らの司令官やもしくは上級士官などを捕虜交換などで解放する際に、ロシアはその身柄をトルコに留めるようにと注文をつけました。ロシアの影響力が以前のままと変わらないのであれば、この約束は守られたはずです。しかしトルコはアゾフの司令官や上級の士官らをウクライナへと帰国させることを許可を出しました。ロシアにとっては約束が破られたことであり、とても快くは思っていないでしょう。その他にもトルコはウクライナとの関係を強化する方向に明らかに舵を切っています。例えばウクライナが NATO 加盟を希望していることに関して、今ではないけれども、いずれはウクライナが加盟するときにはトルコは賛成するというような話をしています。今ではないというのはまさに戦争中のために、この状態ではちょっと無理だよという現実的な話をしているわけです。しかし、リップサービスをするにしても、別にトルコとしてはそのようなことを言わないでもいいわけですから、わざわざそのようなことを言及することそれ自体がウクライナに配慮した結果であることは明らかです。またそれ以外にもトルコの軍事企業、大型ドローンバイラクタル TB2 で有名なバイカル社、この会社がウクライナに製造拠点を築きます。これもまたロシアにとってみれば非常に目障りなことに違いありません。しかしトルコはこのような動きを政府として止めることは全くしていません。むしろ、バイカル社がウクライナとの関係を強化して、大型ドローンだけではなく無人飛行機や、そうした航空機用のエンジンの開発などで、共同歩調を取ることを表明していることにも、むしろこれを推奨しています。トルコの軍事企業が、ウクライナの軍事技術を吸収することによってより良いものができると考えているわけです。さらにはそこで生まれたものがロシア軍に実際に使われて、戦場のフィードバックを受けてさらに改善されるというのであれば、むしろトルコの軍需産業全体にとっても、さらに世界へと輸出が幅広く行えるようになるかもしれないと先を見据えているわけです。そこにはロシアに対する遠慮などというものは全く見られません。また現在のトルコの軍需産業はウクライナ向けの自走砲を販売するのではないかといった話が進んでおり、ウクライナ側はもう引き渡し直前だといったような報道もされています。さらにトルコの動きは続きます。それは
ロシアにとっては非常に頭の痛い問題に対してトルコが関わっているのです。それはスウェーデンの NATO 入りです。これまでトルコはスウェーデンの NATO 入りに関して大きな障害となっていました。しかし、現在行われている NATO 首脳会議において、この動きを大きく変更しました。それはトルコの EU 加盟を促進するこの動きを約束してくれるのであれば、スウェーデンの NATO 入りも不支持から支持へと切り替えるという態度の変更があったのです。これに伴って大きな影響を受けるのは明らかにロシアです。というのも、スウェーデンが NATO 入りすることによって北欧はまさに力関係が大きく動くこととなります。特にバルト海においては、ロシアの飛び地カリーニングラード州は完全に周囲が NATO 加盟国で囲まれることとなり、バルト海は NATO の湖に変わったと評されるほどです。この海に配置されているバルチック艦隊はまさに標的艦の集合へと成り下がることでしょう。このような力関係はこれから継続的に続くわけですから、プーチン大統領にとってはまさに歴史的な大失策を招いたと言えます。ロシアがウクライナに侵略するようなことがなければ、フィンランドもスウェーデンも NATO 入りをすることはなかったでしょう。プーチン大統領自身の決断がまさにこのような最悪の結末を引き出したのです。そして最後の一押しをすることになったのもトルコに対する影響力を失っている証拠だと言えます。トルコがもしもロシアに対して気遣いをしていれば、このような決断はしなかったでしょう。スウェーデンに関して言えば、コーランを焼くような動きなども見られたことから、心情的にはまだまだ注文をつけて、スウェーデンの NATO 入りを拒否し続けるといったこともできたわけです。しかし、そのような話を一旦横に置いてでも、トルコ自身が国益を伸ばすための方針へと転換したわけです。そして、トルコの国益を伸ばすといったこの動きに関しては、ヨーロッパ各国だけではなくアメリカに対してもその影響力を発揮しました。トルコ空軍の話を少ししましょう。トルコ空軍は戦闘機を更新するにあたってアメリカ製のステルス戦闘機 F-35 へと更新することを考えていました。しかしこの計画は破綻します。ロシア側との協力関係などをある程度重視してロシア製の防空兵器S-400 を導入してしまったのです。このようなことをしてしまったがために、アメリカとの関係はかなり劣悪なものとなり、F-35 の開発計画からは弾き飛ばされ、そして購入することも許可されなくなってしまいました。しかもその後の関係ギクシャクした状態というのはさらに続き、トルコ軍の持っている F-16 を新しいものへとバージョンアップすることや、最新バージョンを新たに購入することに関しても、アメリカから拒否されてしまうことが、これまでずっと続いてきてしまったのです。しかしここに来てそのような状況をひっくり返す手札としてスウェーデンの加盟支持へと転向することをまさに交渉のカードに使ったと考えられます。NATO 全体の利益として考えた場合においてスウェーデンの正式加盟というのは先ほども述べたようにロシアに対して圧倒的な優位性を確保することができます。スウェーデンは中立国です。中立国というのはどこかの国から攻められた場合に援軍が来ないことを前提としています。そのために軍備はきっちりと整えているいわば軍事大国である側面があります。スウェーデン軍は海空においてバランスよく整えられている上に自国の軍事産業についても積極的にこれを他国へと売り込めるだけの技術力を持っています。戦争になった時自分の国を守るためには軍需産業が発達していなければ弾も兵器も自分でどんどんと補充することができません。そしてそのような生産設備を普段から持っておくためには自国の需要を満たすだけではなく他の国にも販売することによってより多くの設備と人員を普段から抱えることを可能にしているのです。そのような国が NATO 入りするということは北欧だけではなくヨーロッパ全体に対してもプラスの面が大きいのです。トルコのこれまで挙げてきたような行動すべてがロシアにとっては非常に不愉快で不都合でやってほしくない行動の数々ということは明らかです。ウクライナに対する協力関係を深めるということはそれだけロシアにとっては戦う相手が強くなることですし、またトルコの行動によって NATO が強化されるのであればやはりそれもロシアにとってはより脅威が拡大するものであり全く不都合なことばかりです。そしてそのような不都合なことばかりが起こるのであればロシアの持つトルコに対する心情は非常に悪化します。実際ロシアの国会議員などはこれら数々の行動を批判しトルコはもはや非友好国だというような言い方をしています。ところがエルドアン大統領は全くそのような批判を気にしている様子がありません。というのもこのような数々の行動をしたとしても結局のところロシアは
今の国際情勢から考えると、トルコを表立って敵国扱いすることは不可能であると、完全にその情勢を見極めているからです。例えば、ロシアがトルコを完全な敵国だと非難して、最初に起こるのが、黒海における輸出が全くできなくなってしまうことです。ロシアは黒海から船便で輸出を行うにあたってどうやってもトルコのボスパラス海峡を通らざるを得ません。そのようなトルコに対して敵国扱いして船が止められてしまえば激烈なダメージを負うのはロシアの方となってしまいます。また、ロシアとの人の行き来という面においても、現在トルコではロシアからやってくる観光客などについては積極的にむしろ受け入れているぐらいで、ロシアから逃げ出す人はそれなりのお金を持っているんだから、これらの人がトルコでお金を消費してくれるんであればまあ構わないという姿勢をとっています。しかしこれが敵対関係へと発展すれば、今トルコの領内で観光にうつつを抜かしている人たちがまるまる人質のような形でロシアへ帰れなくなってしまうかもしれません。また現在のところトルコはロシア側への並行輸入品を運ぶ時のルートの一つとなっています。いわゆる民生品が多いとは言われているものの、それら民生品の中に軍事転用可能なものが紛れ込んでいる可能性は十分あるわけで、中国やイランから入ってこないもの、特にヨーロッパのものについて水面下で物を運ぼうとしたら、トルコというのが一つ大きな窓口になっているわけです。このあたりももしもロシアがトルコと敵対関係になれば、その窓口が完全に閉められることであり、これもまたロシアとしては文句が言えないような状況なわけです。ロシアが今後国際的な影響力を高めるというような判断があれば、トルコのエルドアン大統領はこのような動きなどには全く手をつけず、今のような状況にはなっていないでしょう。国際情勢や国際的な政治というのは必ずどの国も自国の利益を最大化することに最も力を注いで分析するものです。トルコのこのような動きというのはまさにロシアがこの後ずるずると衰退していくことを前提とした動きだと言えるでしょう。そして私もそのように長期的な視点で見れば、ロシアはどうやったところで長期的には成長ではなく衰退することがもはや避けられないと思います。中央アジア各国が中国の方になびいているといったこともありますし、その中国はまさにロシアに対してこれまでのような対等ではなく、中国の言うことを聞くんだぞロシアというような明らかに上下関係を今ではつけようとしています。このあたりの動きというのも現在のロシア、そして将来にわたってロシアがどのような立ち位置になるかをすでに暗示していると私は思っています。というわけで今回の動画はロシアの国際的影響力今後がどうなっていくかについて、その周辺国トルコの動きを見ながらどれだけ今のロシアが軽く見られているかについて非常によくわかる動きを解説していきました。皆さんはロシアの今後についてどのように思われるでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画が見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想、コメントをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。